名前は有名なのに、実際何をした人って聞かれると意外と答えづらい人物って結構いますよね。でも彼は日本の運命を左右しかねないとんでもないミッションに挑んだ人物だったんです。今回はそんな人物の中でも誤解されがちな小野の妹子の実像に迫っていこうと思います。まず、小野の妹子という人物が一体何者で、彼に託された壮大な任務っていうのが何だったのか、そこから見ていきましょう。彼の出身は近江の国、今の滋賀県あたりの地方豪族だったとされます。当時の政治の中心にいた超エリート一族というよりは少し距離があるようにも見えます。じゃあなぜそんな彼が日本の未来を左右するかもしれないめちゃくちゃ重要なミッションのリーダーに選ばれたんでしょうか。ここにまず一つの大きな謎があります。そしてその答えを探る鍵は当時の国際情勢にあったんです。当時の日本、つまり倭国と中国王朝との公式なやり取りは5世紀後半を最後に約120年余り途絶えていたとされます。この長い沈黙を破って隋へ使者として送り込まれたのが小野の妹子だったわけです。ちなみに隋側の記録には妹子より前の600年にも倭国の剣士が出てきますが、日本側の記録でははっきり確認できません。そうなんです。ここがすごく大事なポイントで、これは単なるご挨拶の旅じゃなかったんですね。遣隋使の目的は1世紀以上も続いた断絶状態を終わらせて公式な国交をもう一度結ぶこと、そして統一されたばかりの中国が持つ進んだ文化や技術を直接取り入れることでした。これは日本がもう一度国際社会のプレイヤーとして名乗りを上げるためのめちゃくちゃ大胆な一手だったんです。さあ、ここからがこのミッションで最もドラマチックで、そして最も危険な瞬間です。たった一文が外交を一気にこじらせかねないとんでもない事態を引き起こすことになります。これが推古天皇から隋の煬帝に渡された国書に書かれていた歴史上あまりにも有名な一文です。非いずるところの天子将、非没するところの天子にいたす。いやー、これ今読んでも大胆不敵ですよね。これはもう中国が築き上げてきた世界観の核心に触れかねない表現だったんです。なんでこれがそんなに危険だったのか。当時の中国の考え方では、天子というのは天命を受けた唯一の君主という感覚が強い。世界の国々は皇帝のもとに秩序づけられるというのが彼らの常識でした。それなのに東の果ての国の支配者が自分も天使だと読める表現を使う。そして記録では煬帝が強い不快感を示したとも伝わります。随所には無礼な書があるなら今後は取り継ぐなといった趣旨の記述があります。ところが話はここで終わりません。ここからさらにひとひねりあって、この外交危機は歴史に残る大きなミステリーへと発展していくんです。驚くべきことに、小野の妹子は隋からの返書を携えて日本に帰ることを許されるんです。それだけじゃない。隋からの正式な使者であるハイセイセイという人物まで一緒に来日します。これはミッションが単なる失態で終わっていなかったことを示してますよね。でも日本に帰国した小野妹子は朝廷に信じられない報告をします。すみません。隋の皇帝からのお返事の手紙なくしてしまいましたと。いやいや、ちょっと待てと。国と国との大事な文書をそんな簡単になくすなんてことありますかね。一体本当は何があったんでしょう。ここで3つの説が考えられます。説 A は本当に返書をなくしてしまったという説。これは厳罰でもおかしくない大失態です。説 B は小野の妹子がわざと紛失したことにしたという説ですね。もし返書の内容が朝廷の期待と違っていたり、メンツの問題を生むようなものだったら、それをそのまま出すやり、なくしましたとして処理すれば、国内の体面は守られる。これは高度な政治判断だった可能性もあります。説 C は、外交上の不都合を隠すための創作であったという説。皆さんならどの説が真実に近いと思いますか。さて、返書をなくしたのか、
なくしたことにしたのかは謎のままですが、最終的にこの任務は成功とみなされた面があります。その一つの根拠として、小野妹子は大徳という高い位にまで進んだとされます。官位12回の中でも最上位です。もし本当に大失敗だったら、こうした扱いは起きにくいですよね。しかも彼の仕事は1回で終わりじゃなかった。遣隋使を軸にして留学生や学問僧など人材や知識の往来が熱くなる流れが生まれていきます。この交流が後のもっと有名な遣唐使へと続く道を開いていく。そして大陸から得られた知識や制度が都づくりや法文化の土台になっていくわけですから、その影響は計り知れません。小野妹子の功績をまとめると、まず中国との重要なパイプをもう一度つなぎ直したこと、そして知識が日本に流れ込んでくるルートを作ったこと、さらに小野一族からは後世に小野小町や小野道風など歴史に名を残す人物が現れたとも言われます。最後に皆さんにこんな問いを投げかけてみたいと思います。もしあの危険な旅の果てに小野妹子があの任務に失敗していたとしたら、今の日本の歴史、そして私たちの文化はどれほど違ったものになっていたんでしょうか。一人の大公官が見せた胆力と判断が国の未来を大きく変えた。そう言っても決して大げさではないのかもしれません。